はい、こんにちは。今日はね、対艦ロケットをやっていきたいと思います。戦艦に搭載する武装で、同じく戦艦と戦えるくらいの武器が欲しい。ということで、行ってみましょう。まず、動力がなかった船に動力をつけてみたんだけど、調整中というかまだ迷走してる段階なので、今回の状態は一応動くってくらいでさらっと流してください。で、以前ロケットランチャーとして作ったものは推進力に火薬を使ったんだけど、今回は自爆ドローンを使ってみます。自爆ドローンはプレイヤーに向かってきて爆発するっていう厄介な敵なんだけど、地上から3メートルより上だと機能を停止するので、一定より深い海の上だと安全に運用できるんじゃないか。で、前回設計図機能の応用で物の持ち上げが簡単にできることが分かったので、それを使えばこの重いスポナーを船に乗せることができるはず。あれ？材料は全て認識されてるんだけど、なぜか作れないですね。ある程度余裕を持った場所じゃないとダメなのかな？正直よくわからなかったので、ひとまず足場を作って乗せちゃいます。よし。で、このノーマルドローンのジェネレーターが動いてるのを見てもらえればわかる通り、港に接岸してる状態だとドローンは活動状態のままですね。この状態でスポナーの蓋を外すと自爆ドローンが出てきて爆発しちゃうので、深いところまで移動して基本動作の確認をしてみましょう。とりあえずドローンが停止するところまで移動して、ここで蓋を外してみると、停止した自爆ドローンが出てきますね。そしてこれを海に投げると、思った通りちゃんと爆発しました。自爆ドローンが爆発する条件のうち、水につけるっていう条件を生かした起爆方法です。これによって燃えるものや細かい部品が多い戦場から少し離れたところで起爆させるってなことが実現できます。まあ安全に運用するには工夫が必要そうなんだけど、試しにこういう長いアームを使って水につけるってな方法はどうかな？悪くないんじゃないかな。今のは船体に近すぎたっぽいんだけど、爆風を受けにくい箇所から発射すれば少ないダメージで済みますね。とはいえ同じクラスの戦艦だったら3発も直撃すれば木っ端みじんにできそうなことも分かりました。爆発物を連結した時の不安定さと起爆させる角度が難しいところではあるんだけど、資源の少ない海上で無限に爆薬が使えるっていうアドバンテージは捨てがたいので、基本動作の確認は成功として次のステップに進みます。まず船体へのダメージが予想以上だったので、合金で追加装甲を作っとくとして、さっき使ってたアームを船体に取り付けて
これで発射しようってな作戦ですね。着水する角度とかが難しいんだけど、どうだろう。もっとかっこいい見た目にできればよかったんだけど、ひとまずこんな感じにしときます。で、一つできたらこれを設計図で複製して発射管3本用意してみました。あとは弾を装填して撃ちたいところなんだけど、その前にスポナーの移動、これ蓋をしないまま浅瀬に入っちゃうと危ないので、最初から高い位置に設置しときたいですね。さっき設計図で再生成できなかったんだけど、何か見落としてるような気がする。っていうのもね、本拠地のスポナーは設計図で建造物の上に再作成できたので、何が違うんだ？もしかしてこのタイヤかと思って外してみると、置き場所が安定してる必要があるってのが多分条件にあるとして、ベアリングの車輪がついたものはその判定幅が大きいとかなのかな。まあとにかく移動ができることが分かったので、接現した位置でも3メートルになるような高い設置場所を作っといて、よし、ちゃんと移動できました。本当に大丈夫かどうか蓋を外してみると、無害な自爆ドローンが生産できますね。これで無限爆薬システムは成功と言っていいでしょう。重いものを乗せたので船の重量バランスもチェックしときましょうか。やや後ろに沈んじゃうんだけど、まあこの程度だったら後ろに浮きをくっつけとけば大丈夫かな。よし、では実際に海に出て爆薬を無限に生成できるかどうか試してみましょう。スポナーは近くにドローンが5つあるとそれ以上は生成しなくなるので、距離を取る必要がありますね。とりあえず選手の方に移動してみたんだけど、やっぱり距離が足りないかな。まあここまでは想定内なので、どのくらいまで伸ばせばいけるのか試してみます。とりあえずこんなもんでどうかな。おっとこれね、船体に物を付け外しすると弾みで大きく揺れる現象があって、これで船から放り出されそうになったり、実際放り出されたりしてますね。まあとにかくこうやって船首を伸ばしてここにドローンを置いてスポナーが湧くかどうかをチェックしていきます。この揺れの大きさが想定外で予定よりもかなり作業に時間がかかっちゃったんだけど、結論としてはこんなに長くなっちゃいましたまあ見た目が悪いって問題があるとしても、これで無限に爆薬を生産できるんだけど、運用面の問題としてはプレイヤーの動きは船の横揺れから取り残されるので、ここまで振り幅が大きくなると普通に転落しますとはいえ無限に作ること自体には成功したので、この操作を5回繰り返して25個の自爆ドローンの製造に成功しました。
こうやって発射管に装填して発射。やっぱり角度の調整が難しいんだけど、ひとまずやりたいこと自体はできたかな。あとは実践でもできればいいんだけど、前も言った通りこの世界には海の敵はいないので、なんだあれは。あれは海賊かな。いや、人間の形はしてるんだけど、多分古代の生物が人間の姿を似せてるとかじゃないかな。とにかく友好的ではなさそうなので、このロケット砲で海のもずくにしてやりましょう。ファイヤー。ちょっと的が小さいのと弾が上に行き過ぎるかな。弾薬はいくらでもあるので、出し惜しみするよりも多めに積んだ方がいいかもですね。重量とかも変わってくるので、角度とかも調整しながら試してるんだけど、なかなか難しいとかなんとかやってるうちに、実はここまで来てある問題に気づいて、これいくら着水する角度を調整しても船自体が揺れるからかなり運ゲーなんだよね組み方次第で飛距離とか爆発を左右に広げるとか、草を合わせて焼夷弾にするとか、いろんなバリエーションが組めるはずなんだけど、結局起爆する角度がランダムで、それによって発射する角度もランダムになるので、ロケットの精度を上げること自体にあまり意味がないですね。だいたいこの辺りでそれに気づいたので、あとはまぐれあたりに期待しながらやってるんだけど、よし、動いてるやつもボートの上で倒れてるので、これは倒したとみなしていいでしょ。あっちの方にもう一体残ってるので、ちょっと移動して、敵の残骸が引っかかってプロペラを破壊しやがりましたねなかなか執念深い。こうなったらサブマシンガンでくれー。ボートが動いてるとはいえ、乗ってるやつは首が飛んでますね念のため残ったボートも破壊しときます。よし、これで敵を一掃することができました。ということで対艦ロケットやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ最後の茶番劇の場所は実は本拠地の裏側で、港から出港してあの辺ぐるっと回って元の島に戻ってきた感じですね。で、船のダメージ具合は頑張れば直せるくらいだったんだけど、これね、いっぺん離れて戻ってきたら、以前もお話しした固定してないものが勝手に壊れる現象を食らっちゃって壊れた部品が多くてカクカクしてまともに動けないので、これはもうロードした方が良さそうですねで、今回は無限爆薬の応用とかドローンロケットの爆撃利用とか、いろんなものの合わせ技になっちゃったんだけど、結論をざっくり2つにまとめると、海の上で自爆ドローンを使うアイディアは成功。船の上で
自爆ドローンを発射するのは失敗みたいな感じでした。まあ戦艦としての武器も引き続き試していこうとは思うんだけど、もしかして今回みたいなのは海の上に固定された地面があれば大成功したのでは？ということで次回は第2海上基地やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバイ。